今日はほおずきを描いてみたいと思います。庭にね自然に生えてきたほおずき、栄養が悪いのでちっちゃいんですけど、少しねこれを大きめに描いてみようかなと思います。今日の紙です。ホワイトワトソンを 2M サイズに切っています。絵の具はホルベインです。クリムソンレーキ、ピロールレッド、ガーボンジーノーバ、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、バンタンバ、以上7色で描いてみようと思います。この細長いね 2M サイズっていうことで、下の方から生えてきたんですよっていう感じで、その一部を描いてみましたっていうことでやってみようかなと思いますね。もうねだいぶ終わりかけていて、こんな風に網目状になっているんですね。で中の丸い実がちょっと透けて見えるっていう感じになっています。こういうのもね趣があっていいんじゃないかなと思うので入れてみようと思います。はい、じゃあちょっと下絵を描いてみますね。今日の光は右上からにします。左下から茎が一応2本にしときましょうか。この真ん中辺ですね、ここに一番中心となるべきほおずきを1個置きます。こんな中がちょっと透けて見えるようなのを描いてみますよ。ざっくり描きますね。あんまり丁寧に描いてもしょうがないんで、ちょっと大ぶりに描いてみます。網目状になっていて、中の丸い実がちょっと見えますっていう感じです。上何個も連なってつくわけなんですが、自然に生えてきたものですからあんまりたくさんはついていません。もう一本ここに足します。これはちょっと向きをこういうふうにしましょうか。奥にねあるっていうことでね。でここに1個、ここはちょっと葉っぱを入れたいので虫食いになった葉っぱ、これもね趣があっていいんじゃないかと思うんですよ。こういうところにね葉っぱを入れてみようと思います。でそうするとここらあたりに連なってほしいかなっていう気がしますよね。はい、じゃあこんな感じでちょっと下絵をねしっかり描いてみます。はい、下書きが描けました。ここでマスキング液での網目を抜いておこうと思います。真っ白ではないんですけど、比較的明るいっていうことでこういう細かい網目です。手ではどうしようもないっていう感じがしますので、網目を作って簡単にね着彩ができるようにしておこうと思います。細かいので頑張ってやってみますね。はい、マスキング液、一応塗れました。乾く間に、色見本を作ってみます。ほおずきのオレンジ色に傾いた赤色ですが、主にねピロールレッドを使おうと思います。ピロールレッドの純色だとこういうことになるわけです。ちょっと暗いところはクリムソンを足してこんな風な色にします。ちょっと赤みがかった色、もしくはバンタンバーを足してちょっと茶色がかった色で、そしてちょっと明るいところはガーボンジーを足してこういう黄色っぽい色、こんな感じでやろうと思います。葉っぱの色も黄色系ですね。でこれにちょっと傷んで茶色っぽい色が混じったりっていうことで、部分的に青っぽい色もありますよっていうことでやっていこうと思います。細くマスキング液をつけたのですぐ乾きますね。じゃあちょっと下塗りをやってみますね。全体的な色のグラデーションをしっかり作るっていうことが大切かなと思います。右上からの光なのでまず明るいねガーボンジーです。これを右上あたりにずっと配置します。真ん中あたりにこの綺麗なねピロールレッドを、同じガーボンジーにひっつけて配置します。さらにクリムソンですね。葉っぱも何も関係なくねこうずっとつけていきます。そして水筆に変えてしっかりぼかします。下塗りですのでね枠の中を塗るとかそういうことではありません。全体的な印象をここで作り出しておくっていうことですね。
でここのね下の方です。ここにちょっと暗い色をね置きたいので、セルリアンとバーントアンバーを混ぜて、茶色がちょっと勝ってる方がいいかなっていう気がしますね。これ灰色っぽい色です。取ってしまいます。特にねこう流れていくところや筋目が立つところはちゃんと取って、いらない線ができないように。はい、これでちょっと乾かします。はい、だいぶね乾いてきましたので、ちょっと細かい作業に入っていこうと思います。ざっくり色をつけていきますね。この茎ですよね。それからこのほおずき自体の赤い部分です。そして葉っぱの部分、ざっくり色をつけてみます。まず赤い部分です。主にピロールレッドです。明るい方はねちょっとガーボンジュを足します。一番こっちの左端の暗い方はクリムソンを足していきます。茎の方はセルリアンブルーとサップグリーンとバンタンバーでちょっと灰色っぽいね緑色を作ります。主に左に置きます。右へ向かって少しぼかし加減に広げます。葉っぱも似たり寄ったりの色なんですけど、部分的に黄色をそばに塗ってグラデーションさせます。大体の色味をねつけていってみます。はい、大体の色をねつけてみました。これで一旦乾かしてさらに細かい作業に入っていきたいと思います。はい、ざっくりねこういう色を塗りました。乾きましたのでさらに細かい作業に入っていきます。この細い筆で一気に細かい作業をやっていこうと思います。葉脈にあたる筋がいっぱいここに入っているわけです。この通りに描くというよりは絵として必要なものを描くっていう感じで描いていきます。中心のほおずきです。右上からの光っていうことですから、同じシワを描くにしても、例えばここ飛び出してますよね。この角は飛び出したシワの左側に影ができるっていう理屈になるわけですね。ピロールレッド一色でなくって、時にはクリムソンを混ぜたり、あるいはサップグリーンを混ぜたりということで色を微妙に変えていきますね。なるべく細い線で丁寧に描くというよりは勢いよく描くっていうことが大切かなと思います。葉脈ですから枝分かれしてビリビリと全ての場所にこの筋っていうのは存在するっていうことになります。人間で言えば毛細血管ですよね。たくさん描いた方が効果的よねと思えるところにはしっかり入れるっていうことが必要かなと思います。枯れて筋だけ残っているわけですけど、ここの境目ですね、この境目はちょっと朽ちたようになりますので、バントアンバーを足して茶色っぽくしといて、ここにギザギザっぽい感じで入れるといかにもっていう感じがするかなと思います。白く抜いた上からこの茶色っぽい色である程度たどっていきますね。白い筋目と茶色い筋目と、両方ここに出現するっていう、そういうことになろうかと思います。描いているのが6個あるわけですね。この下の1個、上の2個は真ん中ほどは一生懸命描かないっていうことが必要です。葉の方も葉脈にあたるものを描かないといけないわけですけど、枯れてきていますので筋目がデコボコしてるんですね。シュッと描くところもあるんですけど、デコボコ感を作りながら描かれても雰囲気が出るんじゃないかなと思います。数を入れた方がいいと思います。じゃあね、ちょっと筋目を立ててみますね。はい、細かいね葉脈筋目ですね、しっかり入れてみました。こちら側が暗いよっていうのがまだちょっと中途半端な感じがしますので、左側をね暗くしておこうと思います。クリムソンを足してこんな感じでしょうか。でしっかりぼかしますね。
場所によって色を変えた方がいいと思います。この辺はね結構赤くってもいいんじゃないかなと思います。上の方はねやっぱりピロールレッドの、純色に近い色、あるいはちょっとガーボンジを混ぜた明るいオレンジがかった色ですよね。これで大きな凸凹感が生まれると思います。中の実なんですけどしっかり色をつけといた方がいいと思いますので、クリムソンとピロールレッド両方使ってね実のありかが分かるように一旦乾かしてマスキング液を取りたいと思います。ほとんどできちゃった感じがしますので、あとマスキング液を取って仕上げに入っていこうと思います。はい、影の部分を足してしっかり乾かしてマスキング液を取ってみました。マスキング液を取った後に葉っぱの方は後ろが透けて見えないといけないわけです。後ろと同じぐらいの色が入ってくるわけです。要するに後ろのね背景が透けて見えてますっていうことですよね。だからここだとちょっと黄色っぽい色っていうことになります。この中なんですが網目状のものとしてはちょっと太いわけですよ。でちょっとねこういうふうにね足します。ここなんか後ろの軸が見えてる、ここは後ろの葉っぱが見えてるっていうことですので、その色で少し潰して詰めておきますね。でここのところですけど茶色をね差し込んでおきますね。もう朽ちてますっていう感じです。少し傷んでるよっていう感じを出すのに茶色を入れて傷んでる感をねもうちょっと強調しておこうかなと思います。はい、じゃあこれで一応ね完成にしたいと思います。サインを入れときます。はい、一応ねサイン書いて終わったんですけど網目をねかなり足しました。ちょっとね光らせたいので一部抜きますね。ちょっとここね抜いておきます。じゃあこれで、本当に完成です。